ホリエモンチャンネル。はい、ということで、今日のゲストは元フジテレビのでいいんですか？はい、そうです。長谷川豊さんです。よろしくお願いします。ご無沙汰してます。よろしくお願いします。どうですか？なんか、フジテレビ辞めたのっていつですか？もう12年前ですよ、僕。あ、もう12年も経つんですか？あんなに経つんですよ。だって堀江さんがね、大騒ぎしてた時ってあれからもう20年経つんでしょ？そうですね。そうですよね。はい、2005年とかでしたよね。2005年、まあ2005年、6年。そうですよね。はい、だからもうあれから20年ですよ。今、だって、あれ長谷川さん今めちゃくちゃ喋りにくいんですけど、ね、本当に。おいくつ？自分49になりました。もうだからじゃあでもまだ、だからフジテレビにそのままいたら、はい、大変なことになってましたね。そうですね。本当ポスト的には、はい、部長とかになってたりとかするぐらいな感じ、はい、あそこは年功序列なので10年ぐらい前には部長になってでその後 LINE から多分僕の性格上外れてたでしょうから、今頃多分箱根彫刻の森美術館でチケットもぎってたんじゃないですかね。いやいや、さすがにそれはないでしょ。そうです。もう辞めて12年経ちます。だからあれもしかしたら矢面に立ってたかもしれないですよね。僕だってずっと言ってましたからね、はい、アナウンス室会っていうのがあってね、はい、そのアナウンス室会でもいつか大問題になりますよと、もうこんなこと続けてたらもうどっかで大変なことになるから変えなきゃって言い続けて最終的に嫌われて干されていじめられてで嫌になってニューヨークに行った人間ですから。ニューヨークいましたよね。はい、2010年に行きました。2007年2008年ぐらいから堀江さんの騒動の後ぐらいからですよ。どんどんおかしくなってっちゃって。でもニューヨークって何やってんですか？ニューヨーク支局って言って、アメリカに住む日本人に対してフジテレビがニュースをやるんですよ。そのキャスタープラス特派員として行く感じです。ニュースをやる？そうなんです。日本人向けケーブルテレビがあってそこで朝のニュース番組をやって。なんか番組のなんかフォーマット売ったりとかではないんだ。違う、それも別部署がやってるんですけど僕たちアナウンサーが行くときはそのキャスターとして行くんですよね。あとアメリカ大陸で何か問題があったときニュースがあったときにリポートしてする。なるほどなるほど、はい、だ今のなんか LA の山火事みたいなそうですそうです、そういうのに行くんですね。はい、そうです。それで行きました。なるほどね、はい、でどんどんおかしくなっていったってのは何なんですか？でも、女子アナアイドル女子アナっていうフォーマットを作ったのってフジテレビじゃないですか。日枝さんです。近田さんがいた時ってまだもう入社してたんですか？僕はいなかったです。僕は日枝さんが取った最後の男性アナウンサーです。そういうこと。はい。日枝さんは2001年に会長になるんですよ。で会長になってから確かに日枝さんちょっと退くんですよ本当に。でちょっと退いてからっすね、むちゃくちゃになっていったのは。とにかく当時フジテレビってああいう状況じゃないですか、もうこの世の春という感じだったので、そのフジテレビの社長は俺だっていうことになって、とりあえず、アイドル女子アナって、そもそもその鹿内春夫さんの奥さん、3人目の奥さんよく知ってますね、だってそれは調べましたからはい、そうです。3人目の奥さんの頼親さんですよね。はい、そうですそうです。彼女をフジテレビが引き抜いたんですよね、NHK のアナウンサーだったのに。そうです。結構厳しい方だったというふうにも聞いていますけれども、その後、日枝さんが編成局長だった時に、日枝さんって結構強めの活動家だったので、身内に懐柔するために最重要ポジションである編成制作局長というテレビ局の頭脳に42歳で抜擢されるんですよ。でその後取ったのが三人娘って言って、河野恵子、有賀さつき、八木亜希子という。有賀さつきさん懐かしいですね。めちゃくちゃ綺麗で画面出してるだけで視聴率取れるという、この3人を日枝さんが自分の思い通りに動かしたかったんですよ。で今フジテレビの問題がとかテレビ局全体の問題がとか言われてるんですけど、あれ全然違って完全にフジテレビだけの問題なんですけど、なぜかというとフジテレビだけのある特殊な事情があって、編成制作局、アナウンス室っていうのを作ったんです。僕たちは違う試験を受けてるんで、技術もカメラマンたちも違う試験を受けてるんで、技術は技術局があって、
他局はアナウンス局があって、はい、一般試験を受けた人間は編成局とか広報局とか人事局とかいろいろあるんですけど、同列であるんですよ。だから TBS とかは、吉川美代子アナや、長峰由紀アナといったところが、はい、他の人間がですよ、女子アナちょっとこの飲み会に連れて行きたいんだけどって言ったら、それは女性アナウンサーの仕事ですからお帰りくださいって言ってビシッと切り返せるんです。同じ局だから。ところがフジテレビは、編成制作局の部下なんですよ、アナウンス室が。だからアナウンス試験っていう全然別の試験を受けて入ってるのに、なぜか突然一般職受けたアナウンス、編成局員の言うことを全部業務命令で聞かなきゃいけないっていうポジションに置かれてるんですよ。ものすごい特殊なポジションで、一般社員なんだからって言われて、高島だろうが加藤だろうが、僕の同期の内田恭子だろうが全員電車通勤させられるんですよ。その話聞きますね。一人残らずストーキングされて、でもうファンに追い詰められてっていうことを言っても、お前ら部下だろって言われて、だから飲みに来いって言われたら業務命令で絶対にそこはやらなきゃいけないし、月から金で番組ついてるから土曜日厳しいっすって言っても、いやお前ら従えよって言われたら断れないっていういびつな構造があるんですよ。他のところだと断れるんだ、さっきみたいに。人事権がアナウンス局にあるので、当然ある程度は断れますし、一番最悪はね、ある程度もちろん協力はするんですよ。もちろんもちろん。でも今回みたいに部署が違うんだ。だから部署の部下なんです、僕ら。何にも断れないっていうめちゃくちゃ特殊な構図があって、ずっと2007年ぐらいから言ってたんですけど、アナウンス局じゃないと、デビュー君たちフジテレビデビューっていう言葉があって、大学時代大したことなくて、ゴニョゴニョしてたんだけどノリが良くて偶然コネとかでフジに入社した人間が突然フジテレビだと気持ちよくなっちゃう現象をフジテレビデビューって言うんですけど、デビュー君、それ知らないですね。フジテレビデビュー君がめちゃくちゃこうするんですよ。で女子アナ連れてけるよみたいなことを外ですげえ言うんですよ。なるほどね。でめっちゃでそれが編成局員に言ったら一人も断れないんですね。だって上司だから、っていうことが相次いでたので、アナウンス室会でも言ったんですけど、もう相手にもしてもらえなくて、何言ってんだと。長谷川お前何歳だみたいな。じゃあ偉くなってから言ったらいいんじゃないかはっつって、鼻で笑われて、僕鼻で笑われた時に、もうやめようと思ってニューヨークに行ったんですよね。っていうのがあったんですよ。でも結構ねアナウンサーって出てましたよね。僕はかなり出てた方でしたね。特ダネという、視聴率のすごくいい番組の、ファーストニュースを伝えるリポーターで、しかも土曜日日曜日は競馬実況で夜のバラエティ番組もっていう状況だったんで。競馬実況やってましたね。やってましたやってましたウォッカ2009年のビクトリアマイルのウォッカとか僕ですね。懐かしいです。せっかくねこんなアナウンス能力あるのにね。でも僕今会社3つぐらいやってるんですけど、そのうちの一つでテレビ番組作ってて。そうなんですね。で作る方もすごい昔から好きなので今は楽しくやってるんですけどね。自分は出ない。出ないです。もったいない。めちゃくちゃもったいないですよ。苦手なんですよ。もう高校時代も大学時代も劇団作ってて、でずっと僕裏方でしたから。出てないんだ。もともと作るのが好き。でも高校の劇団とかって一緒に発声練習とかするんで、アナウンスメントの大会とかはやらされましたけど。なんでアナウンサーになったんですか？高校の時にアナウンスメントの大会があって全国優勝してしまって、でそっからもう大学時代はフリーアナウンサーで。もう大学からフリーアナウンサーやってたんですか？そうなんですよ。でフジテレビ受けた時も、もう人気の番組つけるから他の局受けないでくれって言われて。なるほど。だから僕入社1年目とかから特ダネっていう視聴率1位の番組つけてもらったんですけど。じゃあもうエリートですね。アナウンス界の。でもね入ったフジテレビが女子アナというね、他局と違って女性アナウンサーとは言わないんですよ。フジの女子アナはキャバ嬢だからと。だからキャバ嬢だからと。そうだからアナウンサーじゃなくてアナでいいと。女性じゃなくて女子でいいと。だから接待要員として囲ってるという、脈々とした部分があったので。でも露木さん自身もそう言ってましたよね。なんか言ってます。なんかそういうオープンなところでもね。でも局員全員言ってるんで。
そう。富士の女子アナはキャバ嬢だよねって。で、銀座のナンバーワンキャバ嬢じゃないと富士の女子アナはなれないよっていうのは OB 訪問を受けに来る子たち、学生たちにも局員も言ってるんで。なるほど。だから高島見てごらんと、加藤見てごらんと、銀座のナンバーワンのクラブ行っても多分3、4ヶ月で1位取れるよっていうのを OB 訪問で言ってた先輩もいたぐらいですから。すごいな。はい、だからそれぐらい下ネタを上手に回せて、絡んでくるおっちゃんたちをうまくこなして、なるほどね。で接待をして番組内接待要員。なんかそれだから僕が聞いた話とすごく符合したのは僕の友達の経営者がね、はい、その朝の情報番組に行って、はい、黒岩さんっていうね先輩なんですけど、神奈川県知事の方がいるじゃないですか、はい、下ネタ大魔王みたいな人が。はい、大好きで、はい、はい、だから彼が、はい、女子アナもね、いる朝のもうなんか6時とか7時ぐらいの番組なのに、はい、楽屋でずっと下ネタを言ってたと、女子アナに対して。はい、そうですね。それをうまく転がしてあげるのが、フジテレビの女性アナウンサーの仕事。女性経営者なんで、ドン引きしたって言ってましたよ。多分なんですけど、僕も辞めて12年経ってるので、外出ていろんな会社の顧問とか入らせていただいて外見て思うんですけど、相当ずれてる会社なので。それ聞いてすごい符合しましたね。はい、富士の中で面白いと言われていること、富士の中で良しと言われている、なんだったらこれが面白いんだっていうことがもう今の令和7年じゃ通用しないことばっかりなんですよ。なるほどね。昔は無茶やってたんです本当に。でその無茶やっても2017年のワインスタイン事件以前って意外と許されてるところっていうのもまあまあなきにしもあらずだったので、多少許されるところもあるかもしれないんですけど、そういう場を盛り上げるのが良い的な。なるほどね。だから上納文化あんのかって言ったらめちゃくちゃ全部上納文化なのででだからそれはもう女子アナだけじゃないんですよ。なるほど。例えば特ダネって月曜日にピーコさんがやってたので、爆笑オスピー問題という番組作るときにおすぎさんも使おうということになって金曜日におすぎさん入れたんですよ。結構気に入っていただいて、なるほど。で笠井信介さんと佐々木京子先輩と長谷川豊とおすぎさんの4人でイタリアン食べに行ったんですよ。でおすぎさんおごってくださってでごちそうさまでしたなんて言ってエレベーターホール行くと、まずじゃって言ってこう笠井さんと京子さんにクックって目配せをしておすぎさんがルンルンルンってトイレ行くんですよ。でエレベーター来るじゃないですか。笠井さんと京子さんさっとエレベーター乗り込むんですね。なるほどね。でそれで分かんないじゃないですか。まだ入社数年目とかなんでって乗ろうとしたらもう今でも覚えてる光景僕目に思い出せるんですけど、笠井さんから「長谷そういうもんだから」って言われて、で京子さんが「お夕食代だね」って言われてチーンってしまったの今でも覚えてます。でそれでその後どうなったんですか。いやだからおすぎさんルンルンで帰ってくるじゃないですか、でエレベーター乗るじゃないですか、いやなんかすいません先輩2人ちょっと先乗っちゃって失礼すいませんっつって、でプシューって閉めた瞬間カチャンってなった瞬間にガバーブチューベロ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 ってやられてすごかったっすよ。やばいっすね。自分49年生きてきてあれ以上の情熱的なチューしたことないです。おすぎさんね今施設いるらしいんですけどちょっと口開けて中見たいっすよ本当。あれ多分下1本じゃないっす絶対あれ8本ぐらいありましたから、ね、すごかったっすの。もうとりあえず心無にしながらもうエレベーター超遅いんですよそういう時なんかもう2階3階なのに1階まで降りるの超ゆっくりでもうこの辺り全部唾液まみれになったあたりでプシューって開いて、俺佐々木が今僕同級生なんですよ。そうっすね。だから同じ大学のね。そうっすよね。ちょっとなんか、問題でめっちゃ叩かれてたから、ちょっとかわいそうだなと思ったけど、かわいそうっす。かわいそうなんだけど、それはちょっとひどいな。違うんですよ。京子さんだけじゃなくて、笠井先輩だけじゃなくて、もうみんなそうなんだ。みんなそうっていう会社。そういうことか。みんな兄弟だし、それをこうやってネタとして面白く言ったらノリがいいよねっていう会社なんですよ。でそこに真面目なこととか言ったらノリが悪いよ。なるほどね。だからあれだ、僕がほら高知市入ってた時に佐々木の結婚式があったらしいんですよ。はいありましたね。2回目でしょ。2回目の結婚式。京子さん2回目なんで1回目やらかしてるんで、そうやらかしてんだけど2回目の結婚式でうちの社員と結婚したのよ。だったな。ライブダ証券のいましたいたでしょ。僕いました。でその時に亡くなった小倉さんがね、
やったスピーチが、はい、後で聞いたわけですよ。はい、堀江さんいない時にね、堀江さん多分逮捕されてなかったらここいたんだろうねみたいな感じのところで小倉さんがねスピーチで、いやフジテレビは買収されませんでしたが佐々木京子は買収されましたみたいな、ライブドアにみたいな話を言ったわ。すげえ今思い出した。超思い出しました今。はいはいはい。はい、僕はいないんで100%言ってます。聞いたんですけど、はいはい、僕目の前にいましたはい、言ってます。俺拘置所にいるのにそういう、はい、よくそんなスピーチできんな、こいつとかと思った記憶があります。そういう会社ですね、そういうことなんですよね。全部それです。京子さんも小倉智昭さんに何回も耳とか舐められてますしもうむちゃくちゃなんですよ。特ダネ。それすごいな。それは普通で特ダネのその、忘年会だけじゃなくて旅行っていうのを毎年やってたんですよ。忘年会は出たことあるんですよ。忘年会来てくださいましたよね。そう銀座の時来てくださいましたよね、はい、あれと違って小倉さんが全部お金出してくれる、旅行っていうのがあったんですよ。で3回で打ち切りになったんですけど、2回目で、いやもう旅行のたびにそこら中でもみんなチューしまくってるんですけど、で乱れまくってるんですけど、その2回目の時に酔っ払ったなんか2人ぐらいが和室でおしっことうんこ漏らして、でそれですごい超名門のとこだったんですけど怒られて完全出禁になって、で3年目に酔っ払いまくって風呂場でしたたかに転倒して、顎切って風呂場中が血まみれになったっていう事件を起こして、そこからさすがにやめようっていう話になったんですけど、まあまあな話じゃないですか。まあまあな話ですね。今でもそれ、ケラケラフジテレビ社内で笑いながら喋るんですよ。なるほどね。あれ最高だったらあいつうんち漏らしてさみたいなのが面白いと思ってる会社なんですよ。なるほどね。なんとなくわかるでしょ。なんとなくわかりますね。すごいセーブしてちょっと番組に出たのも、もう文化見ると分かると思うんですけど、そのノリが面白いと言えたり笑いにできないんだったら富士やめろよっていう社会なので、誰かが止めてあげなきゃいけないタイミングではあったのかなとは思ってるんです。でもものすごい勢いで噴出してきましたねちょっとね小出しにすらよかったのに、一気に出てるから多分打たれ弱い子たちだから。でもまだその長谷川さんが言ってるような話って、まだ出てきてないでしょそんなに、これからだから出てくるんだな。そうっすね。もう正直言って僕は今回フジテレビ問題っていうのではなく中島雄一問題だっていうふうに切り分けなきゃいけないっていうのをずっと主張してる人間なんですけど、その編成部長の中島雄一っていうのがもう典型的なフジテレビデビュー組で、もう女の子の献上だけじゃなくてむちゃくちゃやってたんですよ。出てんの今本当のごく一人で、飲みとか接待とかおふざけはフジでもあったんです、でも昔は僕の一個下の血の塩であったり、ちょっと下のマーサであったり、あと中村ひとみって子もいて、フジの女子アナがギャーってやられてむちゃくちゃなりそうになった時は、あいつらが止めてくれてたんですよ。そろそろこの子明日朝早いんでみたいな、早くもないんですけど、みたいな感じで止めに入ったりとか酔っ払ったふりしながら、サポートしてさばいてくれる子たちがいてツーショットってのはないんですね。なるほどなるほど。あくまでおふざけの範囲なんですけど、中島雄一ともうそれこそ中井さんだけじゃなくて松本さんもなんですけれども、ちょっと本当にそういう行為までするっていうのが、あいつが暴走し始めてしまって。むちゃくちゃやってたんですよ。だから情能文化っていうのは文春さんうまい言葉作ったなと思うんですけど、かなり的を射ているんですが、富士の問題って言ってあげたくないんですよね。なるほど。要はおふざけはしてましたけど、正直同行したことはしてました、でもそこまでっていうのはあいつだけだから。であれがもう富士のお台場のガーシーって言われてたんですけど、お台場のガーシーって言われてたんですか。中島雄一ってもう本当にアテンダーなんですよ、簡単なことを言うと。それは今女子アナって出てますけど、それ以外もむちゃくちゃやってたんで。なるほどなるほど。で文春さんにも出てた俺は10代とか20代とかのやった女の子ばっかりテレビ出してるっていうのはあれ本当の話で、もう周りもみんな知ってて止めたかったんですけど、湊さん復権の最大の功労者なので。あ、そうなんですか。はい、湊さんってOK戦争の後に
太田亀山、フジテレビのあれはね戦争だったんですか？大戦争でした。 OK 戦争はもう本当に見るに耐えない、お互いの悪口かけて言い続けるって、で女性問題をお互いが週刊誌に漏らし続けるっていう、もう太田さんってカンテレに行った方？最終的にカンテレに飛ばされましたね。なるほどね。でその前に OK 戦争の後に金光さん挟んで、でその後フジテレビのバラエティのトップだった湊さんが京テレに飛ばされるんですよ。京テレね、共同テレビね。完全に子会社の京テレに飛ばされて、湊浩一は終わったと言われてたんですけれども、日枝さんがずっと一線を引いてほとんどフジテレビに来なくなったので、でも日枝さんが OK って言わないと人事は決まらないわけですから、そこで目をつけたのが伊沢さんなんですね。伊沢オフィスの伊沢さんとバーニングの宋さんは、宋さんは2ヶ月に1回ぐらい、伊沢さんは毎月ご飯食べてるんで、日枝さんと最も親しく最も合ってるのは、伊沢さんと宋さんなんですよ。でその伊沢宋を女子アナ接待付けにするんですね、京テレにいる間に。なるほど。それに使ったのが編成部長で、女子アナを自由に扱えるアテンダー中島佑一なんです。なるほど。で何の害にもならない立松っていう編成局長もそのまま連れてきて、でこう女子アナと交流をする場という立て付けだけを作るんですけど、簡単に言うとそれを毎月そういう港会っていうのをやって、日枝さんに一つ、やっぱり日枝さんに一つって言い続けて、で今の社長の悪口をちょっと言い続けてずらしていって、最終的に日枝さんが港もちょっとやらせてみたらいいんじゃないかって言って京テレから引き戻されるという前代未聞の人事で港さんが復権するんですよ。なるほどね。なので港さんとしても直系で中島佑一っていうのは矢野部隆夫っていうのの次の次の社長と言われてて、なるほど、大暴走したんですよ中島が。だから他局の女子アナアテンドしてたっていうのもスポニチさんで出ましたけど、あれも本当です。なるほどね。でそれから文春さんの第3弾で出たタレントさんがバーッといて、で裸になったタレントが「お来いよ」って言われて、当時まだ入社ほんと数年目だった女子アナが手招きされて泣きながら出ていった、あれも本当です。なるほどね。でその時に電話かけるふりして出て行ってみたいな。だから女子アナたちにとって中島佑一は本当に何とかしてほしい相手だったんですよ。社長の昨日の会見でね、その会社としての関与はないとか、中島さんは関与してないとか、っていうふうに言い切ってたじゃないですか。それは言い切っちゃっていいもんなんですか、あれは。去年の8月ぐらいにこの当該案件を後輩たちから聞いているんですけれども、その後10月ぐらいに小学館さんと文春さんとフライデンさんとスポニチさんをはじめとしてメディアの皆さんが10月ぐらいに聞いて、10月の中旬後半ぐらいから調査チームが出来上がるんですね。取材班が出来上がるんですね。で最終的に小学館さんがスクープということで12月の中旬に出すんですけれども、まずを呼んだのは中井さんです、その当日に呼んだのは間違いなく中井さんです、しかし中井さんと中島はもともとがそういうパーティーの超常連なので、なるほどね、はっきり言って余罪いくらでもあるんですよ。なるほど。しょっちゅうやっていることなので、当該案件のその日のみに中島が呼んだかどうかは僕は分からないですが、LINE に関しては残っていなかったそうです。なるほど。その当日分に関しては。ただその前日までの間に LINE 交換をさせたり、中井さんが全部決めてるから中井さんの言うことは絶対逆らっちゃダメだよとか、吹き込みまくって逆らっちゃダメだよっていうのをアテンドしてるのは全部中島佑一なので。なるほど、なるほどね。だからとしては当然そんなもん断れねえだろうと思ってるわけです。なるほど。直属の上司だから、しかも次の次の社長だから、断れるわけがない。で少なくとも中井さんもそこまではしないだろうというふうに思って、ある意味信じてテレビのイメージもあるしと思って言ってるわけですよね。なるほどね。でも松本さんと中井さんってすげえ気弱で、すごいちょっと小心者なところがあるんですよ。なるほどなるほど。だから2人になって女性とのっていうことになると、まあまあひどい行為するんですね。逆にね。すごいエスプレーするんですよ。逆にね。そうらしいんですよ。でもういわゆるテレビ界で最も対比されるのがさんまさんと木村さんなんですけど、木村拓哉さんなんですけど、2人ってカメラ回ってないところで弱い人に超優しいんですよ。木村さんとかもAD とかに対してもすげえ優しいんですね。でも中井さんと松本さんってちょっと頑張って虚勢張るというか、なるほどね、ちょっとビビってしまってるから堂々としないところがあるんですよ。なので AD とかにも挨拶しなかったりとかいうところがちょっとある人たちなんです。なるほどなるほど。その分女性と2人になるとまあまあなことやってくるんですよ。なるほどね。でまたのとっては言うても
スマップってもう10年近く前に解散してるからただの52歳のおっさんなんですよ。まあそうですね。怖いわけですよ。あ、怖いんだ。もう怖いと恐怖を感じる行為をされてしまっているので。なるほど。あの話リークしたのをネットでなんじゃないかとかもう何も知らん連中が書いてるんですけど、全然嘘で思い出したくもないことだからマジでリークしてないです。最終的に簡単に言うとノリが悪い、富士にとっては痛いやつ、あいつメンヘラだから去年の12月までずっと富士社内で言われてきた子です。なるほどね。でそれでは退社まで追い込まれていくんですけど、明るい性格はスタッフたちは知ってたんで送別会とか開いて2時ぐらいまでヘベレケになるまで酔わして、最終さ何があったのっつってどこにも言わないからっつってベロンベロンになってに実は聞いたりしてるスタッフもいるんですよ。なるほど。で目開かない状態でも口割んなかったって言ってますから。絶対言ってないんですけど、その示談成立前に結構何人にも相談をしてるんで、一番最初週刊誌に漏れたのは富士の現場から漏れてるんですよ。でも最終的にね、僕これ最後まで未だに分かんないのが、一番最後にリークしたやつ多分富士の幹部です。まずリークしたんだったら9000万っていう数字じゃないんですよ。中井さんが9000万弱を払ってるのは本当なんですね。あ、そうなんだ。はい、本当に9000万弱払ってます。9000万払ってます。ただ言うまでご存知の通り、示談成立する場合は弁護料が引かれるので、なるほどね。成功報酬で、一般的には 20%、20% とか 15%、15% 引かれるので、なのでその金額はもらってないです。なるほどね。もらってないですけど、中井さんは9000万払ってるんです。なるほど。で9000万払ってて終わってると思ってるんですけど、9000万って金額知ってんの、中井さんのマネージャー、報告受けた中島雄一、中島から報告受けた編成局長立松、立松から報告受けた担当の矢野部、そして今官邸にいてる太田徹、湊光一、僕の知ってる限りその7人のはずなんですよね。9000万って違和感感じませんでした？普通およそ1億って書きません？あ、そうですね。1億って書くでしょ。9000万って完璧裏取りできたから書く数字なんです。僕らから言うと。つまりその完璧裏取りまで言い切れるって多分幹部なんだ。幹部です。おそらくですけど、これで湊光一を下ろせると思ったんですよ。なるほどなるほど。フジテレビの幹部がリークしてます、最後。でもそんなところじゃない爆弾だったわけだ。そうなんですよ。だから空気読めてないんですよ、本当に。それどころじゃなくなるっていうことが分からないのか分からない。だから要は社内政治で、あいつを追い落とせる、湊を追い落とせるって思ってる、割とよくある、そう勝手にそう思い込んじゃったっぽい、よくある社内政治の、なんかくだらない話だったのが、そんなどころじゃなくて、日本中巻き込んじゃったと。フジテレビの中ではこの1月17日までは痛いやつ、あいつがツーショットになるって分かっていながら家行ったんだからあいつが悪いんだろう。これが中井さんも去年の12月までその意見だったですし、フジテレビの中でも統一した意見だったんです。本当にだから悪いって今でもフジテレビで言ってる人間が本当にいるぐらいなんです。全然違うじゃないですか。全然違いますね。めちゃくちゃずれてんですよ。めちゃくちゃずれてますね。もうこのずれ方がやばくて、だからどうも湊光一だけを引きずり下ろせると思い込んでたっぽいんですよ。それはずれてますね。やばいんですよ、ずれ方。ずれ方がやばい。日枝イエスマンって能力ないし空気読めない人間しかいないから、今の執行役員クラス以上って本当に日枝イエスマンのみしかいないから、そのゾーンの人しかいなくて、だから現場みんな迷惑してるんです。そりゃそうでしょうね。だってもう一生懸命企画上げてもお散歩ロケしかもう企画通らないし。そうなんですか。もう制作能力ないから、一番最初にふんぞり返りながらで誰使うのって言ってくるらしいんですよ。どういう企画かじゃないですか。違うんですよ。芸能人の誰使うのから入るんですよ。それ以外興味ない人たちしかいないから。で全部却下されて、優秀な外部のディレクターがいい企画持ってきてそれいけるよって言っても、全部 TBS とか日テレに取られるんですよ。なるほどね。だから今現場の人間は現執行部と本当に全員辞めてほしいと思ってるんですけど、それを言ったらちょっとでもノーって言ったら飛ばされるから声上げらんなくて、まあみんなビビっちゃってるわけですね。で声上げるのがこの2人しかいなかったってわけなので
まあもう関係ないですからね。こっち関係ないですからね、この2名ね。もう10年前、20年前から言ってますからね。僕はそうですね。まあでも、そういうそのちょっとした空気の読めないやつから始まるっていうのはまさにその通りで、ライブダー事件もそうですからね。そうなんですね。子会社の社長だったやつが、なんか、あれはまあフジテレビの記者が聞きに行ってんですけど、聞きに行って、で、なんか堀江のネタないかみたいな話でずっと調査をしてて、そしたらそいつが引っかかって、でそいつはちょっともう辞めちゃってたんですよ、社員としてね。そうだったでその辞めた社員とか辞めた子会社の社長なんですけど、別にそいつは買収された会社の社長だったんで、だからあんまり内情知らないんですよね。うちのグループいたの1年ぐらいなんで。そうなんですでだからあんまりよく分かってないやつなんだけど、あんまりよく分かってないやつが、その社内で検討した株式取引に関わる、この取引をやっていいのかみたいな弁護士チェックとか入れるんですけど、リーガルチェック入れるんですけど、まあ、最終的にリーガルチェックで、これはさすがにまずいみたいな話になったらやめるんですよ。ただもちろんだから合法であればやるんですけど、そこの線引きのところで、いやこれは違法でしょみたいな、そいつはそういう見解だったし、で、最終的にこれは違法である可能性が高いのでやめたんですよ。そうなんですね。でもそいつはそれをやったと思い込んでたんですよね。それを検討してる最中に辞めてるから、会社は。うわ、僕その裏側知らなかったっすわ。でそれをフジテレビの記者に言って、でこれだったら捕まえられるんじゃないかと、この取引をやってたとしたらね。だからその強制捜査が来た時に、ちょっとねずれてたっていうか、うちがやってないような取引のことが書いてあって、捜査令状にはね。でそいつが持ってたメールが元ネタになってるんで、裁判所は確かにこれだったら違法だっていうふうに判断しただろうなとは思いますけど、とりあえずこれでしょっぴけるから入り口事件でこれいけるだろうみたいな感じで、それを検察に多分リークしたんですよね、フジテレビの記者が。だから強制捜査当日にフジテレビだけがそのメールを持ってたんで。僕特ダネでニュースの先頭にいたじゃないですか、あの時の裏事情を全部話すと、簡単に言うと堀江さんが逮捕される2日前に教えてもらって、うまく撮影できる場所まで聞いてて、で超注目を集めるからって言って、その先頭と2列目の検察官、娘からもらったネクタイとかしてたらしいんですよ。でよくテレビ映るから、お父さんテレビ映るからみたいな感じで、であれ言ったのは、日枝さんから森喜朗です。日枝さんと森喜朗って早稲田大学時代からの親友だから、めちゃくちゃ仲いいんですよ。で当時の2006年7年8年ぐらいの自民党ってマジで暴走してて、元厚労省の局長だった人も冤罪で放り込んだりとか、もうノーって言ったら自在に動かせる自民党清和会の暴走っていうのがしてた時期なんですよ。でそこからおそらく動かされてるんじゃないですかね。これは想像ですけど、一番トップダウンからでした。なので何日も前から聞いてたんで、だから特段一番いい位置でカメラ回してるんです。なるほどね。いやまあそれでそいつも、いやさっきの話で言うと、そいつもこんな大事になると思ってなかったんですよ。でしょうね。ポロッと言った。でそいつだから当日心臓発作で死にかけたんですよね。いや自分がやった自分の要は一言から始まってるわけじゃないですか。それ分かるじゃないですか、ニュースになって。ダメなやつっているもんすね。そうなんですよ。だからそいつもなんで僕はそれを知ったかっていうと、裁判で証言台に出てくるんですよ。そいつの証言を要は同意してないと証言必ず来るんですね。でそいつが強制捜査の日に僕は心筋梗塞になって、なんとか命は取り留めたんですけどみたいな、半年間ぐらい療養してましたみたいな感じで出てくるんですよ。そりゃそうだろう、お前の一言から始まったんだからなみたいな。ストレスかかんに決まってんじゃないですかね。まあでもそいつがじゃあなんでこんなことリークしたのみたいな、多分なんかそんなこと聞かれて、いや僕はライブドアグループに1年いたんですけど、一回も堀江さんにご飯に誘われませんでしたって言われて。いやこれ超面白いんですけど、それいやファンだったんですね。なんか気持ちはわかるけど、ご飯ぐらい、まあでももうなんかご飯に誘うようなやつでもないんですよ。連れてってやったらよかったじゃないですか。いやでももうね本当にね
なんか一緒のご飯の席を共にしたくないタイプのやつなんですよね。いるけど、いや別に僕が採用したわけじゃないからさ。そうか。僕が採用したわけじゃなくて、たまたま買収した会社にいたんでいただけなんですけど、僕だったら絶対採用しないですけど、そいつ。なんでもうそれはしょうがないですよね。それ大切つらかったろうな。1年いったら、憧れの堀江貴文とっつって、呼ばれたかったろうな。まあそうなんですよ。ご飯ぐらい連れていかなきゃいけなかったんだと思ってちょっとなんか反省しましたね。それに関しては。あいつご飯に連れてってたらライブダー事件なかったかもなみたいな。本当そうなんですよ。いやでもマジでもう収集つかないっす。これもう今だって中島佑一事件だっていうふうに、もう僕はワインスタイン事件と同じように切り分けろっていうふうに思ってるんですけど、世間のフジテレビに対する怒りっていうのがあまりにも強すぎて。まあでも世の中の人からしたら、さっきのおふざけの話だけでもすでにもうダメですよ。もう令和の現代ではちょっとやっぱり許されないっていうレベルになってるんで、まあもうその中島さんのあれはもうさらに言語道断というかそんな感じになるんでしょうけど、いやだからこれ昨日の会見なんであんな感じでやったのかよくわかんないんですけど、あれで終わると思ってたっぽいんですよね。もうとにかくまず去年の12月ぐらいまではが悪いというトーンでした。でそうじゃないぞと、どうもいろいろ話を聞くとどうもそれっぽくないぞと、これ十二分にアテンドしとるなということが分かってきて、これはもうちゃんと謝罪せにはいかんなということでやったんですけど、彼らとしては日枝久だけは守らないと、辞表を出した瞬間にご存知の通りただのおっさんになりますから、天下り先をちゃんと用意してもらわないと、自分の収入もなくなってしまうわけですね。で日枝久さえいれば天下り先は用意してくれるので、なんとか日枝さんだけは守らないといけないんですよ。天下り問題があるのか。はい、グループ全部にとにかく日枝さんが言ったらそうなるので。なるほど。はい、確かに。で4人に関してはもう全員辞表提出しないと当然いけないわけなんですけど、清水さんもおそらくそんなに長くはできないでしょうと、内部の人間もろ日枝イエスマンの一人ですから。となってくると次の天下り先のためには日枝久だけは何とかしておかないといけないんです。なるほど。死ぬ気で守ってるんですけど、なので一番最後まで頑張って何とかしたのはもうごめんなさいだから辞表提出するからあと天下りだけはさしてねという会見でした。そういう力学なんだ。はい。人事権という権利を持ってるので。なるほどね。はい。それで言われると大体わかるでしょ、昨日の会見。なるほどね。すごく腑に落ちました。もう内部にいると全部わかるので。あれってちなみに箱根彫刻の森美術館ってとかって誰が支配してるんですか。まあ要は日枝さんなんだろうけど。そうです。はい、そうです。なんか資本的なとか、そういうふうなところってのはどうなってるんですか。はい、富士山系グループになります、完全に。だけどほら株を持ってるわけでもないじゃないですか。箱根彫刻の森美術館自体は富士山系グループがもろ運営をしているうちの一つだったと思いますね。同時に買収したから鴨川シーワールドとかもそうですよ、確か。今、はい、そこら辺も持ってるはずですね。とにかくそれこそ堀江さんの一件以来ちゃんと分散しなきゃいけない、資産を残さなきゃいけないよっていうふうに、現金だけじゃダメだよっていうふうになったので、おかげで今助かってるんです。富士メディアホールディングス多分現金と有価証券だけで多分5、6千億ぐらいあるはずなんで。ありますね。ありますよね。で多分不動産価値だけで多分7千億近くあるんじゃないかな。だから一旦ね、毎年1000億ずつぐらいもろ赤字を出してもね、多分1兆4000億ぐらいお金はあるんで、14年ぐらい何もしなくても生きていけるんで、これ多分そこまで舵切れたのね、堀江さんの一件以来なんですよ。なのでね、ある意味ちょっと今の社員たちは救ってると思います。おかげさまで。いやでもどうなると思います。僕は多分今回株が今日も上がってるんですけど、上がると思います。 PBR 多分むちゃくちゃ低いんで。でね、多分株主総会が開かれるんですけど、その株主総会で今回、いろいろこう票読みをしてるんだけど、多分 50% 以上が日枝さんの再任は多分否決すると思うんですよねっていう雰囲気に今なりつつありますね。ついに落ちるか。まあ実際だって株主総会で分かんないけど、東宝とか文化放送とかその大株主いるでしょ、ドコモとか、この辺が
今回さすがにこの状況になって、現取締役のその再任無理っすねをそこに賛成したら、それどうなってんだと。絶対女子アナ絶対受けたろって絶対言われるんで。そう。だから僕は会社側はね、全くだからこの事件に関与してないであろう、そのさっきの清水さんみたいな方をラインナップするんだけど、日枝久志は絶対入れなきゃいけないじゃないですか、そういう力学でいうとね。もちろんです。っていうか、日枝イエスマンだったらどのみち影響力残ります。そう。なので、そういうふうな会社案みたいなの多分出してくると思うんですよ。なるほど。だけど、それに対して、まあだから、どこまでね、要は大株主がこう受け入れられるぐらいの、その会社側の提案って多分出してくると思うんですよ。だけど、外資とか、もともとフジテレビで個人株主が多いんですよ。そうですよね。だから他の上場してるキー局は、例えばテレビ東京だったら、その日経新聞が3分の1持ってたりとか、そのテレビ朝日だったら、朝日新聞がやっぱり3分の1持ってたりとかするんで、結構塊の与党株みたいなものがあるんですけど、フジテレビないんですよ、意外と。昔からごたごたやってるからそうなってんのか。そう、いや、ごたごたやってるっていうか、そもそも鹿内一族の影響力を削ぐために上場してるから。ああ、もともとそれでか。そう、だからもともと塊で持ってたのは鹿内一族なんで。ですね。そう、鹿内信孝さんが、ガツッと持ってたんで、そういう会社なんでね。で、その影響力を削ぐために株を分散させてるわけだから、そのために上場してるんで、なので、結構薄まってるんですよね、ある意味。いや、だから逆に何もない平時の時は、その日枝さんの体制が続けやすいんですよね。逆にそうですね。もちろんだからそれを狙ってそういう風になってるんだけど、逆にこういう事件が起きて、もう世間から大逆風みたいな話になった時って全く逆回転するはずなんですよ。うわ、これはだからその外部の株主が、その提案権持ってる、例えばダルトンとかってもう1年半ぐらい持ってるんで、あの会社は。らしいですね。なので議案提出できますっていう状況なんですね。確かに。で彼らがまあ分かんないけど僕なんかを入れたその取締役の案を出して会社の株主総会出したら賛成多数で可決されてしまう可能性は結構あるんですよ。マジっすか。いや僕らね、あそこにいた人間としては日枝体制が変わるっていうこと自体がありえないことなわけです。つまり、日枝さん一族、日枝イエスマン軍団であり、自民党清和会軍団であり、でも岸田さんの時代に清和会解散になってるんですよ。だから森喜朗の影響力も今もう実は去年今年なくなったんですよ。この2つがなくなるって僕らの中ではなかったんですけど、つまりクロスオーナーシップで持ちつ持たれつでやってたのが本当に今年なくなる可能性っていうのがじゃあ可能性とあるってことですか。だから政治も今ちょうど変わってるでしょ。そうなんですよ。めちゃめちゃに変わってて、今年の3月何起こるか分かんないじゃないですか。ちょっと堀江さん20年ぶりに回収してください。伏線回収してくださいよ。伏線回収とかって話になってるんですけど、僕はもう今広告代理店であり PR 会社であり危機管理のコンサルタントとしても100社はいかないですけど90数社の顧問に入ってきましたよ。今冷静になって考えられるのって誰もが分かる反日枝を PR できる人間を入れることなんですね。つまり知名度がなきゃいけなくて本当に実務ができますよ終わりっていう人って多分求められてなくて本当に実務ができる人なんだけれどもどっかに世間が本当に反日枝体制受け入れたんだっていう PR が必要なんですね。ということは一定の多分知名度必要なんですよ。でその人は経営能力という能力が必要なんですね。今回経営能力がないことがバレたわけですから。で経営力って言ったら実は富士メディアホールディングス内にも数名は財産と言われるような人がいたりするんで多分彼女は受けないですけど日本放送に富士山系グループの宝と言われる人がいたりするんですよ。日本放送を6年連続常習懲役に導いたっていう、あの人すげえ日枝グループのこと嫌ってるんで。そうなんだ。僕2年ぐらい前に日本放送の誰々ですちょっと会えますかって言われて僕当時渋谷のセルリアンに会社あったんで下にザボーってとこがあるんですけどそのザボーまで日本放送の人来てくれてこんな提案書見せられて日本放送でレギュラー放送やりませんかって言われました。いやつって長谷川豊ですよとわかりました非常に情熱がありましたから上の許可だけ取ってくださいって言ったらはっきりと
上の許可取ってますからって言われました。それぐらい僕らフジテレビと別会社なんでって言われて、すげえなと思ってたら、やっぱり今日本放送ってラジオって超一強らしいっすね。そうですね。まあラジオ局やってるんで、そうっすよね、よくわかりますけど、はい。めちゃくちゃベンチマークしてますよ。えぐいらしいっすね。なんかイベントやったら超人集まるらしくて。オードリーさんのイベントとかすごいんですよ。ああいうの全部仕掛けたのがその日本放送の天才って言われる女性社長なんですけど、ただあの人ちょっとテレビちょっと嫌いなんで、多分受けないので、あの人は。でも多分なんですけど、ダルドンとかだったら、堀江貴文の名前をどっかには入れないと多分世間納得せんと思いますよ。受けてくださいよ。みたいな感じで。受けて今の夫人に魅力ないかもしれないですけど。まあでも全然あれですよ。テレビ局の力としてはすごいポテンシャルあると思うんだけど、もうなんか僕久しぶりに見たんですよ。だからフジメディアホールディングスの財務諸表とか。財務諸表悪くないでしょ？でもね、一番悪くないかっていうと、ダメですか？はい。ダメか。ダメなんですよ。あれじゃダメか。すげえ資産持ってるんですけど、今簡単に言う不動産会社なんですよ。いや、そうなんですけど、ちょうど昨日まさにラジオのゲストで、ゴールドマンサックスとかで、不動産投資の担当とかをやってた方と対談したんですね。やっぱ経営力的に言うと、私、彼の感覚で言うと、あと2、3倍は利益出さないとダメだよね。その不動産部門がですよ。不動産部門でそうなんだ。はい。要は、だから前も、僕何回も言ってますけど、比喩で言うと、例えて言うと、サラリーマンが、長年勤続した会社を辞めて退職金を元手にしてアパート経営始めましたみたいな感じなんですよ。めっちゃわかりやすい例え言ってんじゃないですか。すげえわかりやすいっすね。そうじゃないんだよって話ですよね、確かに。そう、だからちょっと、プロから見たら、こんなに資産持ってんのに、もっとゴリゴリ回せんでしょみたいな感じがあるから、PBR が 0.4 倍とかなんですよ。0.5 切ってるってやばいっすよね。そう、0.5 切ってるのは、この人たちには経営能力ないよっていうふうに言われてるのと同じなんですよ。この人たちがずっと取締役を続けていくんであれば、それはダメだよねって言って、メディアの方を、僕はあんま不動産興味ないんで、そうですよね。はい。なんで、不動産は不動産で得意、僕はだから理想的に言うと、富士って多分、半分に、不動産は不動産で分割して、会社分割でも何でもいいんですけど、メディアと不動産全然関係ないんで。関係ないですね。はい。全く別会社に、株持ってる人に両方の株持ってもらってもいいかなぐらいな感じの会社なんですよ。会社分割してもいいぐらいの会社なんですけど、でもう一つ、メディアの方を見たら、一番儲かってんの BS 富士なんですよ。BS 富士、通販売れてて。そう。今プライムニュースっていう黄金番組があって、BS 全社の中で視聴率トップなんですよ。だから経営むっちゃ良くて、BS 富士とあとは日本放送がすごいいいんですよ。一番いいのが BS 富士で、次が日本放送なんですよ。そうなんですよ。で、フジテレビ本体が一番儲かってないんですよ。堀江さんって20年前に誰もがわからない、だから堀江さんの良くないところは先を言い過ぎるんですよね。もうとにかく誰もわかんないレベルの先を言うからわかんないんだけど、要はアマプラとか値振りでみんなわかったと思うんですけど、定額課金制って当時おっしゃってましたけれども、今で言うとサブスクの話でしょ、要は。を2005年とかに言って誰もキョトンって言って何言ってるかわかんないって感じだったんですけど、今のフジテレビってまだ再生できるんですかね。できますよ、全然。本当ですか？あの時とテレビの地位違うじゃないですか。とはいえ、今 FOD って150万人ぐらい会員いるんですよ。そんなもんですね。だから、大体年間1万円ぐらいなんで、年間売上150億なんですね。そんなもんですね。ざっくり。今伸びてますけどね、今のところね。で、これが例えば1000万人になったら1000億なんですよ。だからめっちゃ儲かるんですよ。単純に言うとね。もうチャリンチャリン言い続けるわけですからね。はい。で、これもね、言っちゃなんなんだけど、例えば北の国からのね、田中邦衛さんが亡くなったとするじゃないですか。もう亡くなられましたけど、そういう時ってやっぱ北の国から全部見たいよね。見たいっす。ね。絶対見たいっす。で、それフジテレビオンデマンドで、別に無料放送でもいいわけですよ。追悼企画とかって。それだけでもすごい増えますよ、会員。例えばですけどね。やってねえな、気持ちいいぐらいやってねえな、そういうの。そう。だから、スマップだって解散した時、スマスマの過去の、
神回みたいなのはいっぱいあるわけじゃないですか、そういうの全部放送すればいいのになとか思うわけですよ。権利がどうこうとか言うんですけど、その権利の処理を面倒くさがってやんないんですけど、そうでもそんなのめちゃくちゃ儲かるわけだから頑張って権利処理すりゃいいんですよ。あとぼかしとか入れりゃいいんでしょ。です。それだけすごい資産を持ってる会社なんですよっていうことがまず一つ。だから1000万人いくのはそんなに別に難しいことではないし。それは難しくないですね。僕はね、お台場で F1 やってほしいんですよ。余裕でできますよ。だから土地ありますもん。めっちゃかっこいいと思います。土地、もうこの間フォーミュラ E やってたから。そうですよね、そうですよね。お台場湧き立つじゃないですか。だからお台場で F1 とカジノやってほしいんですよね。絶対その方がいいです。で、これね。大阪でやるわけですから、吉村さんとかと協力して。吉村さんたちは大阪に呼びたいと思ってんだけど、やっぱ東京ですよ。やっぱなんだかんだ言って東京じゃないですか。で東京だったら FIA も OK すると思うんですよ。間違いないです。日本で鈴鹿とじゃあ東京やらせてくれと、それは OK すると思うんですよ。間違いないです。でこれを公約に立てれば、次は石丸さん都知事になれると思うんですよ。いけると思います。で前回石丸さんが2位になった時、竹中平蔵さんと話をしたんだけど、竹中さんってすげえなと思ったのは、あの人やばいですよね。石丸さんはね、最後の一歩が及ばなかったのは、その賛否両論が湧き立つような、とんでもないことを言わなかったからだと。だから要はお台場にカジノ持ってきますと。でカジノって嫌いな人はめっちゃ嫌いじゃないですか。そうですね。一部の人はね。でもそもそもね、嫌いな人は石丸さん入れないから、もともと。そうずれてますね。票じゃないから。間違いないです。でもカジノがワンチャン来ると思ったら、石丸さんに入れる人ってのはいるわけですよ。全然いますね。だから投票所行って書く人いますよね。次はお台場にカジノと F1 を持ってくると。フジテレビ再生しますと。でもやっぱフジテレビのファンって F1 のファンが多いんですよ。そう、もちろんです。ずっとやってましたからね。地上波で F1 やらなくなったのが寂しいみたいに思ってるおっさんがいっぱいいるわけですよ。めっちゃいます、めっちゃいます。だからなんかね、そういうところなのかなとは思ってます。フジテレビってワクワクさせて楽しかったじゃないですか。正直言ってヘイヘイ見て、月9見て、スマスマ見て、相乗り、多分見たこと一度もないっていう人少ないと思うんですよ。相乗りはさ、今ネットフリックスに取られたわけじゃん。取られましたね。愛の里になってるわけじゃない。ああいうのどんどん取られますね。そう。あれだって本当はフジテレビオンデマンドでやらなきゃいけない企画ですよ。その通りなんです。だから経営下手なんですよ。経営やったことないんで。すごいもったいないじゃないですか。相乗りってすごいメガコンテンツだったのを。メガコンテンツです。それを愛の里ってリノベーションしてまたバズってるわけですよ。そうなんですよ。だからチームって多分優秀なんですよ。優秀です。だけどもうネットフリックスに持ってかれたでしょ。はい、持ってかれました。多分フジテレビがオファーしたら3分の1ぐらいでやってくれたかもしれないんですよ、多分。そうですよね。だからネットフリックスってやっぱりすごい法外なギャラを提示して制作チームをとかタレントを取り込んでいってるんだけど、フジテレビが言えば、半額とか3分の1とかでも受けてくれたかもしれないんですよ、本当はね。間違いなく受けてくれてると思います。だからそういうところがやっぱりもったいないなと思います。もったいなかったなっていうか、もうこれ最後ラストチャンスじゃないですか。そうなんです。実はラストチャンスです。これもし今年の6月乗り切らなかったら、まず地方局のスポンサーも多分全部離れます。そうだからその地方局が、離れます。フジテレビはね、さっきも言った通り資産いっぱいあるんで、5年10年は潰れないと思うんですよ。今の状態が仮に続くとしてもね。地方局は地方局なんです。もう無理です。待ったなしでしょ。無理です。なんなら1年も乗り切れないかもしれないよね。あります。そういうとこあります。なので地方局が多分今年の6月失敗したら全滅するんですよ。日枝イエスマン、日枝さんの息のかかってる人間が一人でも残ってたら多分完璧にアウトになります。そこで叩かれるんで。で、日枝さんから脱却しきったと堀江さんと限らなくても、PR できる誰かがズドンって入ってないと終わります。いや地方局買収していこうかな。救ってください、お台場を本当に。いやでも堀江さんだけですよ、多分可能性あるのは。すごい状況になりましたね。びっくりです、本当に。本当でもね、長谷川さんもね、福岡こんなところにね
すごいポジションにいましたね今ね最後。本当それ。僕堀江門買収騒動の時にフジテレビ社員で唯一こう堀江さんを表立ってフォローしちゃって、そっからずっとフジテレビ社内でいじめられてたんでその二人がこうやって喋ってるのは不思議なもんですけどね。ということでね、はい、すごい貴重な話ありがとうございました。とんでもないです。またよろしくお願いします。またお願いします。堀江の Wi-Fi 手強いな。青繋がらんめ。あともう一人仲間がいれば。君はこれで倒せる。くらえ必殺4キャリアビーム。堀江の Wi-Fi でいってらっしゃい。